こんにちは。こんにちは。韓国語とか喋れますか？アニョハセヨとかパッサハムリだけでしかわからない。それだけで十分じゃないですか。ありがとうございます。하이사이 고구마입니다. 네, 오늘은 좀 특별한 카페가 있다고 해서 그 카페에 가보려고 하는데 요즘에는 진짜 별의별 카페들이 많이 있잖아요. 유명한 메이드 카페부터 시작해서 뭐 고양이 카페, 부엉이 카페, 말을 하자면 끝이 없을 정도로 진짜 여러 종류의 카페들이 많이 있는데, 그런데 뭐랄까 오늘 가보려고 하는 카페는 딱 처음 보고 이 카페는 진짜 무조건 꼭 한번 가봐야겠다 그렇게 생각한 카페거든요. 말이 필요했겠습니까? 일단 한번 같이 가보시죠. 자, 도착했습니다. 바로 이 대로변에 있는 큰 카페인데요. 분신 로봇 카페 돈. 도쿄 니혼바시에 위치한 아바타 로봇 카페 던. 겉보기엔 평범한 카페처럼 보이지만 이곳에는 조금 특별한 서비스가 있다고 하는데요. 내부는 커다란 나무로 꾸며져 있어 전체적으로 따뜻하고 조용한 분위기입니다. 겉모습만 보면 일반적인 카페처럼 느껴질 수도 있는데요. 하지만 이곳에서 손님을 맞이하고 자리를 안내하고 커피를 직접 가져다 주는 건 로봇입니다. 그런데 이 로봇들 AI가 아닙니다. 사실은 실제 사람이 원격으로 조종하고 있습니다. 그렇다면 어떤 사람들이 이 로봇의 파일럿으로 일을 하고 있는 걸까요? 그 이야기는 잠시 후에 공개하겠습니다. こんにちは。こんにちは。はい、じゃあすみません。よろしくお願いします。よろしくお願いいたします。はいビームパイロットのみゆと申します。みゆさん。はい、私、小熊さんですね。はい、小熊です。私が注文を受けたまわりますので、こちらの iPad の方に私メニューを出しましたが、見えますでしょうか？見えてます。注文はじゃあここでこのタブレットでやるっていうことですかね。私がご紹介いたしまして、私自身がキッチンへ注文を送ります。すごい。サンドイッチメニューが3種類からお選びいただきまして、こちらスープがつきます。 이렇게 앉은 자리에서 파일럿분의 메뉴 설명을 들으며 손가락 하나 까딱하지 않고 주문도 가능합니다. 少々お待ちください。 하이. 자, 이렇게 여기 보이는 로봇이 미유상이라고 해요. 미유상이랑 이렇게 테이블에 앉은 상태에서 그대로 이야기만 해서 메뉴를 주문했습니다. 엄청 이거는 그냥 편한 것 같은데. 미유상은 한국어とか喋れますか? アニョハセヨとかパッサハムリだけでしかわからない。それだけで十分じゃないですか。ありがとうございます。じゃあ今各テーブルにパイロットさんはみんなそれぞれ1人ずつついてるってことですか？そうですね、はい、ご予約いただいている方に関しては専属のパイロットが1人ついてるんですけれども、はい、ご予約なしの方につきましてはご予約なしの方を対応するパイロットが次々に連絡を取り合いながら対応していまして、今待っている間にちょっと少しだけそのインタビューをやらせていただいても大丈夫ですかね？そうですね、一番は人と人との絆かなと思います。現場スタッフさんとの間でもですし、パイロット間でもお客様とでも実際には距離がありますけど、その距離がありながらも確かな絆を感じられる。このカフェのコンセプトがやはりどんな人でも搬出困難でもあっても活躍できる未来というのを目指していると思うので、家にいながらでも孤独にならずに確かに自分でその客観的に改めて自分の仕事ぶりとかを考えることができるので、一番最初の方に担当させていただいたお客様との話をさせていただこうと思うんですけれども、そのお客様からいただいた言葉が今確かに私とお話ししてるっていう風に言っていただけまして、初めての人っていうフィルターですとか、ロボットっていうフィルター、また障害であると思ってる人っていうフィルター全てを通り越して、その向こう側にいる私とお話しして隣にいる感じがあるっていう風に言っていただけたのがすごく嬉しかったですね。確かに私もそう感じてます。ありがとうございます。
カメラ通しで話していても本当に隣にいる感じがしますよね。そうなんです、そうなんです。だから自分がその障害を持ってるっていうことでどういうふうに見られるっていうかっていうのはすごく考えるところがあるんですけど、そうやってそこの障害を持ってる人っていうところさえも乗り越えて身近に感じていただけるっていうのが私と話してるっていう障害を持ってる人と話してるんじゃないっていうふうに思っていただけたっていうところが嬉しかったですね。そうですね。そうですね、いろんな働くパイロット、スタッフなんかの魅力を実際にカフェに来て感じ取っていただけたらなと思いますし、外出困難者っていう枠でしか仕事をできない人もいるんだよっていうことについてちょっと考えてみていただけたらいいなって思いますし、一番はもしかしたら気づかれないで外出困難で悩んでらっしゃる方が外に出るきっかけになったりするといいなと思います。ありがとうございます。すごくいい言葉いただきました。ありがとうございます。来た。すみません。はい、どうも。ありがとうございます。いやー、来ました。来ました。ありがとうございます。제가 주문한 더블 햄버거 정식 플레이트라고 합니다. 이게 와 생각보다 엄청 알차게 들어가 있어요. 자, 이따다키마스. 잘 먹겠습니다. ちなみになんですけど、はいやはり英語がお得意でない日本語は喋れないっていうお客様に対してご対応するときに、字幕をですねちょっとこの、織姫ロボットにAI がちょっと搭載されておりまして、はい、お客様に字幕をお見せしながらちょっと待ってください。音声を一回取らせてください。わあ、すごいですね。これみゆさんが喋ることがここでリアルタイムで。そうです。私が喋る言葉を認識して翻訳してくれてるものですね。おお、すごい、これいいですね。こんにちは。カフェツバにようこそ。リセベパイロットのミヒと申します。ありがとうございます。こちらご注文のアイスコーヒーお届けしました。いただきます。お取りいただいてもよろしいですか？はい、取りました。ありがとうございます。どうもありがとうございます。この後もどうぞお楽しみに。ありがとうございます。ありがとうございます。すごい。すごいですね。그럼 햄버거 먹어보겠습니다. 맛있어. 약간 수제 햄버거 같은 그런 맛이 나요. 와, 맛있다. 와, 햄버거 두께가 장난 아닙니다. 육즙이 파프리카도 크기가 와 엄청 커요. 크기가 진짜 장난 아니다. 자, すみません。私食べるのにシュッとするんで、みゆさんも少し休憩してください。わかりました。ありがとうございます。では一旦席外させていただきます。はい。ごゆっくり. 역시 이게 옆에 실제로는 아무도 없잖아요. 그냥 이제 이 아바타 로봇만 있을 뿐인데 그냥 로봇이 있다는 느낌이 아니라 실제로 옆에서 사람이 쳐다보고 있는 느낌이어서 무한하잖아요. 밥 먹을 때 계속 쳐다보면. 진짜로 집중해서 맛있게 먹어볼게요. 건니치와. 건니치와. 来てくださってありがとうございます。3人のプレゼントに来ました。 프레젠토ですか? はい、お好きなものお一つどうぞ。はい、ありがとうございます。プレゼントありがとうございます。はい、失礼いたします。 선물도 받았어요. 사탕. 여러분, 이 로봇을 체험할 수 있는 코너도 있대요. 그래서 지금 제가 잠깐 조작 체험을 한번 해보려고 하거든요. 이 같은데? 제가 움직이는 대로 조작이 가능해요. 와. 本当にありがとうございます。いやいや、本日はありがとうございました。
そうですね、このドーンというカフェはもともとオリー研究所の代表の吉藤オリーというものが作ったものでして、吉藤がもともと子供の頃に不登校を経験していて、そういったことから自分の分身になるようなものを作りたいっていうことでこの織姫を作りました。でこの織姫を通じて移動が難しい方が働ける場を作るっていうことでこのカフェを作りまして、で、なぜカフェにしたのかっていうところでいくと、やはり接客のお仕事って高校生の初めてのバイトで経験したりするっていうところと、あと人とコミュニケーションを取るのの、第一歩になるっていうところで、カフェを始めました。パイロットで働いている方たちは障害を持っていたりとか難病だったり、あとは介護や子育てで外に出て働くのがなかなか難しいという方が働いていまして、我々は移動困難者というふうに呼んでいるんですけれども、さまざまな事情で外で働くことが難しい方ですね。そうですね、やはり今このカフェは常設のものは1店舗だけですので、そういったカフェを広げていきたいということもありますし、あと今新しい取り組みとしてリュックに織姫が乗っかってガイドツアーを行うっていうようなこともやっておりまして、そういった形でいろんな働き方を増やして、移動困難であっても働けるっていう世の中を作っていきたい、孤独の解消につながる世の中を作っていきたいと考えています。今後また韓国の方も増えたらいいですね。そうですね、ぜひいろんな国の方が来ていただいてるので、今日はもう本当に大事な時間を本当にありがとうございます。こちらこそありがとうございます。로봇과 사람이 함께 만드는 정말 따뜻하고 특별한 세상에 하나뿐인 카페였습니다. 오늘은 차가운 로봇으로 위장을 했지만 아주 가슴이 따뜻해지는 그런 카페에 와봤습니다. 처음에는 그냥 진짜 신기해서 와봤는데 생각보다 많은 걸 느끼고 그런 것 같습니다. 한 잔의 커피 그리고 한마디의 인사가 누군가에겐 세상과 연결되는 방식이 될 수 있다는 게 아주 좋은 취지의 카페였던 것 같아요. 여러분들도 이 도쿄에 오시면은 로봇 카페 도움에 꼭 한번 방문해 보시길 추천드립니다. 그럼 오늘은 여기서 인사드릴게요. 다음 시간에 다시 만나요. 안녕.